歪んでない？あたび。こんにちは、です。今日もあたび始まりました。今日はですね、この私の相棒のハーレーの引き起こしをしたいなと思います。でこの子の排気量がまず 1580cc で、乾燥で 320kg、 今ガソリンが満タンに入っているので 340kg の車体になります。で引き起こしもいろいろやり方があるんですけど、私がこの子を初めて納車した時にディーラーさんに教えていただいた方法になります。で皆さんね、見てくださってる方ご存知だと思うんですけど、私結構筋力はある方なんですよ。でも今回やる方法は筋力とか全く関係なくできます。教えていただいた時も本当バイク初めて乗ったので、もちろん筋力もないし起こし方も全然わからない状態でやって普通に上がったので、力のない方でも全然上げられる方法になります。で上げ方を知ってるだけで心の余裕もできますし、もしもの時にね役立つと思うので、よかったら最後まで見ていってください。今日もよろしくお願いします。あたび相棒で転がらせてみました。久しぶりに見たねこの状態はい、じゃあ起こしていきたいと思います。で倒しちゃった時に一番大事なのがまず落ち着くこと。倒しちゃって大変と思ってこうやって触っちゃったら、エンジンとか液体マフラーめちゃくちゃ熱いんですよ。手やけどしちゃうので、まずは落ち着きましょう。大丈夫で、周りの状況を確認します。何か挟まってたりしないかとかで、まずはイグニッション切ります。電源ね、これ切ります。こういう状態になったらエンジン大抵止まるんですけど、エンジンかかったまんまで上げるとすごい危ないですし、ずっとライトがつきっぱなしでバッテリーが上がっちゃったりしても大変なので、まずはイグニッションオフにします。はい、でこの状態で起こした時に起こしすぎちゃうとここにね折れちゃうんですよ。私ね、一回これやったことあって、ほんと力いっぱいパンってあげるじゃないですか。でそのままポーって向こうに行っちゃって、もうこの辺傷いっちゃったんですよ。なのでそれを防ぐためにまずはスタンドねよ確実に押します。そうすればここにいた時にスタンドが支えてくれるので、これやっておくだけで安心です。続いてギアを入れましょう。続いてギアを入れます。一足に入れときます。でこれなんでしとくかっていうと、押した時にねタイヤが動いちゃうんですよ。すると力が逃げちゃって起こしづらくなったりとか、坂とかだとまっすーっていっちゃったりするので、まずはギアを入れてタイヤを動かなくします。でもし持ってるんだったら、こういうエアゴムとかでフロントブレーキをグッと固定しちゃってもいいです。そうすればタイヤ動かないので、それをしておくとなお安心です。なくても大丈夫。ここまでできたら今度はハンドルを起こしたい方向に向けます。この状態だとね、ハンドルが自由に動くんですよ。こんな感じで。なのでまずはハンドルを起こしたい方向に向けます。で持つところはこのグリップ、ここを両手で持ちます。そのままちょっとしゃがんで中央ステップ足を腹筋の力を使ってグッと向こう側に起こすように、こういう感じかな、力を入れていきます。ちょっとやります。これで上がりました。結構ね、この辺までは軽くて、ここからちょっと力入れなきゃいけないんです。全力じゃなくても、倒れないように調節しながら上げるぐらいの力でも全然上がります。これで引き起こしが完了しました。あたび投資でやってみるとこんな感じです。まずは状況を確認。不意にエンジンがかかってしまわないようにイグニッションをオフにします。右に倒してしまった場合はスタンドを立てて向こう側に倒れないようにします。ギアを一足に入れておきます。ハンドルを起こしたい方向に向けます。グリップを両手で握り、少し中腰になって足と腹筋の力を使って向こう側に起こしていきます。ここまでは軽いですが、ここから少し力がいります。力いっぱいやってしまうと
反対側に倒れてしまうので入れすぎに注意です。はい、これで上がりました。あたび一つ注意点があって、これ重たいバイクあるあるらしいんですけど、引き起こしをするときに一気にグッと引き起こすとハンドルが曲がります。私もね、今回の動画撮った後にタイヤをねまっすぐの状態にするとハンドルがねこれぐらいになってたんですよ。あれ、ハンドル歪んでないと思って。なので力で一気に上げないように気をつけた方がいいと思います。まあ本当にねハンドルが曲がってしまうこともあるんでしょうけど、私の場合はここがずれただけでした。今はもうまっすぐに戻してるんですけど、ここのボルトを外してハンドルをまっすぐにしてで付け直せば元に戻りましたね。もし引き起こしをしてうわー曲がっちゃったっていう方はね、一回ここを見てみてください。あたびじゃあ続いてセロの引き起こしも一緒にやりたいなと思います。セロはすごい軽いんですよ。120キロぐらいしかないのですごい軽いです。で、起こし方がさっきのハーレーとはちょっと違うんですけれども、エンジンガードとかもないですから結構ぺったりと倒れちゃってます。はい、じゃあこの状態で起こしていきます。まずは向こう側に倒れないようにスタンドね、こちら立てておきます。で、ギアはローギアです。これでタイヤが動かなくなります。で、持つところなんですけど、ハンドルとリアにあるこのガードですね。まあガードじゃなくてもいいんですけど、この辺り持てるところがあったら持ってください。手を入れてこのままグッと前方側に力を入れるようにして上げますね。やってみます。こんな感じで上がります。どこに力入れてるかな。足も力入れてますけど、結構背中とか腕とか力が入ってるかもしれないです。大概この方法で上がります。あたびはい、いかがでしたか。引き起こしの方法を知ってるっていうだけでもしもの時にね自分でも起こせるし、誰かのお手伝いもできるし、心の余裕になると思うんですよね。一番大事なのは無事故無違反無事に家に帰ることだと思ってます。なのでね、今回の動画が皆さんのツーリングの役に立てれば幸いです。私のチャンネルではこんな感じでバイクの整備動画とかモトブログとか上げてます。面白いなと思っていただけましたらチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いします。ではまた次回のお旅でお会いしましょう。またね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。他にも動画いろいろ作ってます。よかったら見ていってください。